お前と離婚して、若い女と一緒になるわ。は？夫は、彼女がいかに綺麗でいい女かを熱弁している。病院のベッドの上で。数時間前、夫が大事故に遭ったと警察から連絡があり、病院に駆けつけた。警察が言うには、若い女性が同乗していたという。事故に遭ったことにも驚いたが、同時に浮気も発覚し、さらにショックを受けた。大手術が行われたが、無事手術は成功し、夫は元気に目覚めた。浮気していたとはいえ、これまで生活を共にしてきた夫だ。よかった。私は安堵で涙を流す。そんな私を見た夫は、起きて第一声、こう言った。ったく、目覚めてすぐにババアの顔とか、きついわ。その一言で、先ほどまでの涙や喜びも引っ込んだ。なんだ、この男は。一気に感情が氷点下になった私は、警察から聞いた浮気の話をした。すると、夫はあっさりと認め、謝罪するどころか、開き直ってくる。離婚届にもサインしておいたぞ。ババアの家政婦と別れられてよかったぜ。でも、なんだよ。俺の手術も終わったし、もう出て行っていいぞ。俺は退院したら、彼女の家に住むことになってるから。昇進も決まってたし、お前ともお別れできて、人生バラ色だな。ははは。そっか。どうやら、彼はまだ聞いてないらしい。彼は、これから一生、半身不随になるということを。私は福沢久美、43歳の専業主婦だ。昔は仕事をしていたが、文也と出会い、結婚したことを機に退職した。文也には連れ子がおり、純子ちゃんといって、現在、高校3年生だ。純子ちゃんのことを紹介してもらったのは、文也と結婚が決まってからのこと。話は、7年前に遡る。純子ちゃん、はじめまして。お父さんと結婚することになったから、これからは一緒に暮らすことになるから、よろしくね。よろしく。純子ちゃんは好きな食べ物はあるのかな？これからはご飯も純子ちゃんの好きなもの作ってあげるからね。別に何もない。勝手にしたらいいよ。そっか。それはそうと、これからは家族だからね。何か困ったことがあれば、遠慮なく話してくれていいからね。別に困ったことなんてないから、大丈夫。じゃあ、私は宿題するから。わかったわ。こんな風に、私が話しかけても、最低限の返事しかしてもらえず、なんだか、そっけない素振りのように思い、少し気になってしまった。私たちの結婚に、純子ちゃんは反対だったのかしら。いや、それだったら、もっと怒ってそう言ってくるはずだよ。反対なんて、一言も言わなかったんだから、大丈夫だと思う。そうかしら。純子はもう小学校5年生だぜ。それくらい、できるって。だから心配ないよ。でも、あなたに気を使って言えないこともあると思うけど。気遣いは、確かにできるかな。まあ、少し人見知りするところはあるから、恥ずかしがっているだけだと思うぞ。そうだといいのだけど。
父親の俺が言うのだから、間違いないって。だから、安心しろよ。そのうち、慣れるはずだからさ。そっか。あなたにそう言ってもらえてよかったわ。フミヤにそう言ってもらえたことは安心したが、その後も、純子ちゃんが私に慣れて、心を開く様子は、なかなか見られなかった。ただいま。あ、純子ちゃん、おかえり。学校、どうだった？別に、普通だけど。そっか、純子ちゃん、ごめんなさい。友達と約束をしていて、急ぐから。そうなんだ。私はどうにか、純子ちゃんとも仲良くしたいと思っていた。だけど、そっけない態度は相変わらずで、それどころか、話しかけようとすると、急いで私から離れようと、理由付けをしているようで、なんだか、避けられているように感じていた。やっぱり私、純子ちゃんに嫌われちゃっているのかしら。そんなことを考え、悩みながらの日々を過ごしていっていたのであった。そして、月日が流れて、結婚してから7年が経過したのだが。今、帰ったぞ。お帰りなさい。はい、スーツ。アイロンをかけておくことも忘れるなよ。わかった。そうだ、純子ちゃんのことなんだけどさ。純子がどうかしたの？もう、久美は純子の母親なんだから、自分でどうにかしてくれよ。それより、風呂は沸いてるのか？それに小腹が空いたから、簡単なものでいいから、用意してくれ。わかったわ。この頃には、私の悩みは、純子ちゃんとのことだけでなく、フミヤとのことにも悩むようになっていた。昔は純子ちゃんのことで相談に乗ってくれていたのに、今は私が母親なのだからと、任せっきりで話も聞いてくれなくなった。それに、私に対する扱いも。なんだか、私がやってることって、まるで家政婦のようね。そんな風に思うと、寂しい気持ちになった。出会いの頃は、フミヤもそんなことはなかったのにな。昔はデートの時に、さりげなく車道側に立って歩いてくれたし、私が体調が悪そうな時は、心配して、声をかけてくれたりしていたっけ。あの当時は、本当に、私が大事にされていたと、実感していたな。それなのに、結婚してからはこんなに雑に、まるで家政婦のように扱われるなんて、思ってもみなかった。でも、今のフミヤの態度こそ、彼の本性なのだろうか。結婚したことで慢心して、さらけ出しているのかと、頭が痛くなるのを感じていた。そんなある日、私は純子ちゃんとの夕食を食べていた。お父さん、今日も遅いね。そうだね。たまには早く帰ってきて、一緒に晩ご飯食べられるといいのにね。別にいいんじゃない？お父さんが帰ってきても来なくても、私には関係ないし。純子ちゃんは、こんな風にマイペースで、父親の帰りが遅いことを気にする様子は見られなかった。もう高校3年生だし、親子の時間が欲しいなんて、思うことはないのだろうか。そして、その日も夜遅くに、フミヤが帰宅した。おい、帰ったぞ。お帰りなさい。
いつも遅くまで大変ね。まあな。本当に仕事が忙しすぎて、参ってしまうよ。そうなのね。それなら、次の休みは、ゆっくり体を休ませられるといいわね。ああ、悪い。次の休みは、部長と接待でゴルフだわ。え？それに、その次の休みは、会社の連中と付き合いで出かける約束があるんだよ。そうなのね。そんなの、あなたがゆっくり休める日がないなんて、心配だわ。余計な心配しなくていいんだよ。仕事上で必要な付き合いだって、俺も割り切ってやってるんだから、平気だって。そっか。あまり無理しないようにね。こんな風に、仕事の帰りが遅いだけでなく、休日も接待や付き合いで、ほとんど家にいることはなかったが、私は強く言わなかった。いや、正確には言えなかったのだ。なぜなら以前、強く言ったことがあったからで、その時には、いつも遅くまでお疲れ様。でもさ、もう少し早く帰ってくることはできないかしら。それはどういう意味？いつも帰りが遅いからさ、あなたは、純子ちゃんと話す時間もないでしょ？まあ、そうだな。でもね、たまに、純子ちゃんと話す時間だったり、家族揃って食事をしたり、そんな時間をもう少し大切にしてほしいんだ。私が正直に自分の気持ちを話すと、フミヤの表情は険しくなっていき、生意気なことを言うんじゃない。俺は家族のために働いて稼いでいるんだから、文句を言われる筋合いはないんだよ。そんな風に言われて、私の意見を聞いてもらえず、怒鳴られたことがあったからだ。それ以来、フミヤの帰りが遅かったり、接待や付き合いで休日に家を空けても、そのことでフミヤに強く言うことはできなくなった。ただ、そんな生活が繰り返されると、私はあることが気になってきた。それは、フミヤが浮気をしているのではないかということである。いくらなんでも、接待の予定が入りすぎていたり、時期によっては仕事の繁忙期はあるだろうが、そんなにずっと続くものではないはずだ。何より、私や純子ちゃんのことを、ないがしろにされていると感じていることが、浮気を疑う一番の要因だ。それが疑わしいからって、これからどうするか。今、純子ちゃんは大学受験を控えて、一生懸命に勉強をしているところだから、余計な話をして邪魔をするわけにはいかない。はあ、どうしようかしら。私は一人で悩んでいると、思わず大きなため息をついてしまい、独り言をつぶやいてしまった。すると、その様子を純子ちゃんに見られていたらしく。そんなに大きなため息をついて、どうしたの？え、純子ちゃん、見ていたの？嫌だわ、恥ずかしい。変なところを見られてしまったな。そのことを恥ずかしいと思ったが、純子ちゃんの受験勉強の邪魔をしてはいけないと考えていた矢先のことだったので、反省しなきゃとも思った。なんでもないのよ。びっくりさせてごめんね。私はなんとかその場をごまかそうとしたが、次に純子ちゃんの口から出たことは全く予想外のことだった。私、知ってるよ。え、
何が？お母さんがお父さんのことで悩んでいることよ。え？何を言っているのかしら。そんなことないから大丈夫よ。ごまかすのが下手なんだから。でも、本当に私、知っているのよ。実はね。そうして、純子ちゃんは考えていることを正直に話してくれたのであった。その後、いろいろともやもやした気持ちを抱えながらの日々が続いていた。そんなある日のこと。おい、俺は来週から出張に行くことになったから、準備をしておけよ。そうなのね。わかったわ。ふみやんに言われて、私は出張のための準備をすることになった。その翌週、出張の当日になった。じゃあ、行ってくる。うん、行ってらっしゃい。そう話して、ふみやが出発するのを見送った。これから、どうしようかな。浮気をしているかもしれないから、その証拠を集めるために動こうかしら。私はそんなことを考えていたのだが、しばらくすると、私のスマホに着信が入り、画面を見ると、ふみやの名前があった。私は何があったのかと思いながら電話に出たのだが。もしもし、ふみや、何か忘れ物でもあった？そうして言葉をかけたが、相手の声を聞いて驚いた。電話の向こうから聞こえた声は、ふみやの声ではなく、まさかの相手だったからだ。もしもし、福沢文康さんの奥様の携帯ですか？私は警察の者で、文康さんの携帯を使って連絡させていただいています。警察ですって？ふみやに何かあったんですか？まさか警察から連絡が来るなんて思いもしなかった。ふみやに限って何か犯罪をしたのだろうか。そんなことを思ったが、それなら自分の声で連絡してくるのではとも思い、わけもわからずに混乱していると。落ち着いて聞いてください。文康さんは交通事故に遭われてしまいました。え？それでふみやはどんな状態なんですか？車の助手席には女性も同乗していて、二人とも意識不明の重傷を負っています。そんな。警察からその話を聞いて、私は二つの意味でショックを受けた。一つは、ふみやが事故をして重傷を負ってしまったこと。そしてもう一つは、これでふみやが浮気していることを確信してしまったためだ。私がショックのあまり言葉が出てこなくて絶句していると。とにかく病院へ駆けつけてあげてください。病院の名前をお伝えします。はい。すみません。お願いします。そして、私は警察から話を聞き、純子ちゃんに LINE で状況を説明した後、ふみやが救急搬送されたという病院へと駆けつけた。病院へと到着して、受付でふみやの妻だと伝えると、ふみやは緊急手術を行うことになったという。それから数時間後、ふみやの手術が無事に終わり、手術をしてくれた医師から話を聞くことになった。無事に一命を取り留めることはできました。そうですか。ありがとうございます。しかしですね、言いにくいんですが、損傷箇所があまりにも重くて、生活も今まで通りにとはいかないでしょう。それはどういう意味ですか？
私がそう聞くと、医師はフミヤの状態について言いにくそうにしながらも、ゆっくりと丁寧に説明してくれたのだが、これからフミヤには大変な生活が待っているのだろうな、と確信したのだった。医師から話を聞いた後、私はフミヤの病室に向かい、様子を伺っていると、フミヤ、目が覚めたのね。具合はどうなの？フミヤの意識が戻ったので、私が声をかけると。クミか。そうか。俺は事故を起こして運ばれたのか。なんとか命は助かったんだな。そうね。警察からいきなり連絡が来てびっくりしたわよ。それで、どうなの？どこか痛いとかはある？いや、特に痛いところとかはないが。どうやら意識ははっきりしているし、痛みもないようなので安心した。だが、私にはもう一つ、フミヤに確認しないといけないことがあったのだ。それでさ、こんな時に悪いんだけど、フミヤって、まさか浮気しているの？は？お前、こんな時に何を言っているんだよ。警察の人に言われたのよ。助手席には女性も乗っていたって。二人きりだったってね。その人と浮気しているんじゃないかと思ったの。バカバカしい。何か証拠はあるのかよ。証拠というのはないけどさ。だったら余計なことを言うんじゃないよ。そいつは仕事の後輩だ。会社からの命令なんだから、二人きりになってしまうのも必然なんだよ。証拠という証拠が今はないためだろうか。フミヤは相当強気な姿勢で浮気を否定していた。もっとも、私はフミヤに伝えていないことがあり、フミヤもそれを知らないために強気でいられるのかと思ったが。だけど、このまま言い逃れをされてしまったら悔しいな。私がそんなことを考えていると、病室に純子ちゃんが入ってきて、私とフミヤを見るや否や、すぐに口を開いた。浮気の証拠ならあるよ。ほら、これを見て。そうして純子ちゃんが見せてきたのは、スマホで撮った写メだった。そこには、若い女性と腕を組んで、仲良さそうに笑っているフミヤの姿が、バッチリ写っていた。純子、どうしてこんな写メを撮っているんだ？だって、お父さん、この場所がどこかわかっている？私の通う高校の近くで、こんなことは、不用心だったわね。なんとも間抜けな話だな。娘の高校の近くで浮気をして、娘に写メを撮られるなんて。すると、さっきまでの強気な姿勢はどこへ行ったのか。フミヤは焦った様子で私に向けて口を開いた。これは違うんだ。おい、クミ、純子に何とか言ってくれ。さっき言っただろ？職場の後輩だって。そんなことを言われても無理な話だ。そこで私に説明させようとすることも黒だと言っているようなものだろう。焦りすぎて、そこにもフミヤは気づいていないのだろうな。悪いけど、純子ちゃんに説明するつもりはないわよ。事故以前から、あなたが浮気をしているんじゃないかって疑っていたからね。なんだと？仕事が忙しいにしても、あまりに不自然すぎることも多かったわ。
もっと私たちとの時間だって作ろうと思えば作れたはずなのに、あなたはそうしようとはしなかったしね。そんなの、ただの憶測じゃねえか。そう言って、フミヤがうろたえていると、純子ちゃんが口を開いた。お母さんを責めるのはおかしいんじゃない？不審な行動をしていたのはお父さんなんだから。それに、他にも証拠はあるわよ。え？そう言って純子ちゃんは、分厚い封筒を取り出して、その中身をフミヤの前で広げてみせた。そこには、フミヤの浮気の証拠と呼べるものが、たくさん出てきたのであった。なんで、こんなものが？本当にすごいわね、純子ちゃん。この写真はどうしたの？私がそう聞くと、純子ちゃんは落ち着いた表情で話してくれた。お父さんの行動を不審に思っていたのは、お母さんだけじゃなかった。私もそうなのよ。それでさ、私の友達のお父さんが探偵をやっているから、友達に頼んで、そのお父さんに話を聞いてもらったら、協力してくれたんだ。そうだったのね。近くに心強い味方がいて、助かったわ。ありがとう、純子ちゃん。そうして、純子ちゃんにお礼を言った後、再びフミヤの方へ向き返って、口を開いた。ここまで証拠が出てきたわけだけど、何か他に言うことはある？そう言うとフミヤは、悔しそうに唇を噛みながら、くそ。ああ、そうだよ。浮気していたよ。そう言って、ようやく浮気を認めたのであった。そうなれば、私も次の行動に移せるというものだ。私はカバンの中から一枚の紙を取り出して、これ、離婚届だから、サインしておいてね。それじゃあ。私は離婚届を置いて、それだけを伝えて、純子ちゃんと一緒に、部屋を出て行ったのであった。フミヤからの動きがあったのは、それから数日後のこと。私のスマホが鳴り、フミヤからの電話が来たのであった。もしもし？離婚届に記入はしてくれたかしら？さて、フミヤはどんな風に言ってくるのかと思って返事を待っていると。ああ、記入したよ。離婚は願ったり叶ったりだ。だから病院に取りに来い。なんとも偉そうな物言いだな、と思いながら、私はある準備をして、病院に向かったのだった。そして、病院に到着して、離婚届を受け取ると、フミヤは不敵な笑みを浮かべながら、口を開いた。これからは、幸子みたいな若い女と一緒になれる。本当にババアのお前と別れられてよかったぜ。あっそ、よかったわね。愛人の名前は、幸子っていうのね。いちいち、そんなことを言わなくてもいいのにな、と思って、呆れていると、フミヤは何も聞いていないのに、一人で話し始めたのであった。お前と結婚したのはな、家政婦として、純子の子育てを任せるためだったんだ。これからも純子のことはよろしくな。はあ？もう出て行っていいぞ。俺は退院したら、彼女の家に住むことになってるから。昇進も決まってたし、お前ともお別れできて、人生バラ色だな。ははは。この男は何を言っているのだろう。純子ちゃんは血のつながった実の娘だろうに、娘より愛人を選ぶとでも言うのだろうか。
本当に訳がわからず、私は怒りと呆れの混じった感情が湧き上がってくるのを感じていた。そして、同時に気づいたこともあったので、言葉を返すことにした。フミヤって、まだ知らなかったのね。あ？何がだよ。あなたの体のことよ。俺の体がどうしたんだよ。まだ医師から聞かされていないようだったので、本当のことを教えることにした。あなたの手術の後、医師から話を聞いたんだけどね。あなたは事故の時に脊髄を損傷していたのよ。それがどうしたんだよ。それを聞いてもわからないの？あなたは手術をしても下半身不随になってね。残りの人生、車椅子生活を余儀なくされるってことよ。私がはっきりとその事実を伝えると、フミヤは顔面蒼白になり、そんな。おい、ふざけるな。そんなはずないだろ。私も医者から初めて聞いた時には信じられなかったわ。だけど、本当のことなのよ。あれだけの事故を起こしておいて、手術後の痛みがないなんておかしいと思わなかった？確かに、少しおかしいなとは思っていたが、リハビリすれば、どうにかなるんじゃないのか？残念ながら、そうもいかないみたいよ。なんですぐにそれを言わなかったんだ？事故の後にそのことを聞いたら、ショックが大きいと思ったから、私から伝えるって言っておいたの。しかも、まずあなたが浮気しているかどうかを確認したかったしね。なんだと？そう言ってフミヤは拳を握り、うろたえていた。そして少し考え込んだ後、私の方に向き直り、とんでもないことを言い出した。おい、クミ。お前を家政婦として置いてやるから、俺の介護をしろ。置いてやる？介護しろ？ずいぶんな物言いをするのね。いや、すまない。家政婦としていてもいいから、俺の介護をしてくれ。頼むよ。まあ、言い方を直したところで、私が了承するわけもない。ただ、都合のいいことを言い過ぎていることに、呆れるだけだった。お断りよ。私はあなたにとって、都合のいい女なんかじゃないからね。そんな。その代わり、会わせたい人がいるから、入ってもらうわね。え？私の言葉に、フミヤはきょとんとしていた。そんなフミヤをよそに、私は病室の外で待ってくれていた人たちに声をかけ、そこにいた数人の方に部屋の中に入ってもらったのだが。そんな。フミヤはその人たちを見ると顔面蒼白になり震えていた。私はその数人の中から2人をフミヤに紹介した。フミヤ、こちらは幸子さんのご両親よ。私がそう紹介すると、フミヤはすごく怯えながら口を開いた。なんで社長がここに？そうなのだ。フミヤが浮気していた相手の両親のうち、父親の方は、フミヤの勤める会社の社長だったのである。フミヤがそう言うと、幸子さんの父親は、怒りに震えながら口を開いた。なんでだと？奥さんが説明しただろ。お前が付き合っていた女は、わしたちの一人娘だったんだよ。なんですって？このフミヤの反応。
本当に社長の娘だと知らずに付き合っていたんだと思うと、ますます呆れてしまった。怯えと驚きの混じっている様子のフミヤに追い打ちをかけるように、幸子さんの父親がさらに衝撃の事実を突きつけたのだ。わしたちの娘をたぶらかせただけじゃなく、命まで奪いよって、貴様のことは本当に許さんぞ。え？命までって？そうなのだ。実は、フミヤの起こした事故によって、浮気相手の幸子さんは、帰らぬ人となってしまっていたのであった。そんな、どうしよう。フミヤはその事実を知ると、泡を吹いて気絶してしまったのであった。私たちの話はまだ終わってはいない。しばらくすると、フミヤが気がついたので、話の続きをすることに。まず口を開いたのは、幸子さんの父親だった。わしたちの大事な娘を奪ったこと、絶対に許さんぞ。社長、本当に申し訳ありませんでした。フミヤは、幸子さんの父親に謝罪するが、当然、許されるはずがない。どんなに謝られても、あの子は帰ってこないんだ。許せるものか。すでに警察にも話はしているからな。退院した後は、どうなるか覚えているよ。そんな、警察は勘弁してください。なあ、クミ、頼むよ。助けてくれよ。そう言ってフミヤは、情けなく、私に助けを求めてきたが、助けるはずもなく。助けるわけないわよ。自業自得じゃないの。しっかり罪を償って反省しなさいよね。そんな、頼むよ。そこで私に懇願を続けることが、どれだけ幸子さんの父親の、いや、母親や他の親族の神経を逆なですることになるのかを、全く気がついてなく、自分の保身にしか目がいかないことに、本当に呆れてしまって、どうしようもなく感じた。その後のフミヤは、刑事責任を問われ、警察のお世話になったのは、必然的だった。さらに、フミヤの仕事の方はというと、貴様はバカなことをして、大事な娘を奪っただけではなく、仕事の方でも重要な取引の引き継ぎをないがしろにしていたな。ああ、そのせいで、取引先の信用を失い、どれだけの損害が出たと思っている。貴様はクビだし、損害賠償も払ってもらうからな。そんな。仕事の方は詳しく知らなかったが、意識が戻った後に連絡をしていなかったなんて。会社に連絡をして取引のことを話して、その後の対応ができるようにしていたら、損害賠償は免れていたかもしれないな。社長の娘との浮気でも信用がなくなって首は免れなかったとは思うけど、もっともその場合は会社への損害賠償ではなく、幸子さんへの家族への慰謝料に変わる可能性もあったのかな。難しいことはわからないが、とにかくすべてフミヤの蒔いた種だ。自業自得だとしか言いようがない。もちろん、私の方も、慰謝料と、純子ちゃんの養育費は払ってもらうわよ。そんな、勘弁してくれよ。それに、純子はもう高校3年生なんだから、今さら、そんな金。つくづく呆れた男だ。こんなのが父親だなんて、純子ちゃんがかわいそうだよ。
養育費は子供が20歳になるまで。大学に行く場合は卒業までね。純子ちゃんは大学に行くから、あと、たった4年分でいいんだから。そのぐらい父親としての務めを果たしなさい。そんな。フミヤはまだ、どこか納得していない様子ではあったが、私はとどめの言葉をかけることに。もし払わないって言うなら、弁護士にも相談して、徹底的にやるから、覚悟しておいてね。私がそう言うと、ようやくフミヤは何も言えなくなり、黙ってしまった。その後は無事に慰謝料と養育費を支払ってもらい、私はこれから先の人生を、純子ちゃんと楽しく過ごしていくのであった。